塩だけで本当に味したのかっていうぐらい旨味が乗ってる。サリューどうも、皆さん本日もお疲れ様です。年明けてどうですか？いい感じに心機一転できてますかね？僕はもうバッチリです。バチコイって感じです。はい。そんな新年の初めにはドシンプルなフレンチを一品作っていきます。鶏肉と玉ねぎ、あと味付けで塩。基本的にはこれだけです。鶏もものソテーと玉ねぎの軽い煮込みってな感じなんですけど、とにかく材料がいらない、限りなくゼロに近いフランス料理。今回のこの料理で何が伝えたいかっていうと、とにかく基本中の基本です。鶏肉と玉ねぎさえあれば基本的には美味しい味を引き出せる。でこれを覚えておけば、これをベースにいろんな料理に派生させれるよっていうことがうまく伝えられたらいいなと思ってまして、素材が少ないからじゃあ調理が複雑なのかというとそうでもないです。基本的には丁寧に焼く、あとは甘みを引き出すような炒め方ですね。あとは塩のタイミングと、大きく分けてこれぐらいですかね。動画流れていく中で気づいたらまた要点伝えようと思うんですけど、何せ食材がシンプルですから、鶏肉はしっかりと筋だったり油取り除いておきます。鶏だけにね。違う料理だったらいろんな食材とか旨味がこう重なってあまり気にならないかもしれないんですけど、シンプルな素材ほどね、調理の工程っていうのは省けないと思うんですよね。で鶏肉は両面に塩をして10分ほどなじませます。それでまた余計な水分外に出して、鶏肉の臭みっていうのも少し取り除きたいという、そういう思惑がここにはあります。あと玉ねぎですね。玉ねぎはちょっと大きめのみじん切り。フランス料理だとコンカッセに近いサイズかもしれないですね。コンカッセとか、人によってはデニカットするとか、それぐらいのサイズ感です。ここの玉ねぎの大きさっていうのは重要です。重要ですってなんか今のちょっと勝手に面白くなっちゃったな。すいません。この玉ねぎがやっぱりこうソースにもなるし付け合わせにもなるような、それぐらいの立ち位置なんで、鶏肉をこういかに引き立てて一皿としてのこう満足感を出すかっていうポジションだと思うんですよね。この玉ねぎもこの後火を入れていくんで、先に塩をして旨味を安定させておく、そんなイメージです。鶏肉は10分ぐらいすると表面が潤ってきて水分が浮き出てくるので、紙でしっかりと拭っておきます。この後焼いていきますから、余計な水分あると焼き色がつきづらくて、焼き色をつけたいなって、焼いている間に火が入っちゃったりしますから、フライパンにオリーブオイル引いて中火ですね。もう弱い状態から入れちゃってください。鶏肉1枚だったら皮目からでいいんですけど、こういうような感じで3枚とか4枚になってきた場合は身の方から焼いていって皮が縮むのを防ぎます。この方がね、枚数多い時は管理しやすいんですよね。肉の方の色が変わったらひっくり返してもらって大丈夫です。そしたらクッキングペーパー、クッキングシートか引いてもらって、こういうような感じで重しをしておきます。この程よい重しがあることで皮が均一に平らになってパリッと焼けるわけです。これぐらいかと思いきやね、もうちょいいきたいんでまだいきましょう。それでこれ最初引いたオリーブオイル以上のオイルが鶏肉の皮目から出てくるので、ちょっと多いって思う場合もあるんですよ。その場合は今みたいに紙とかでうまく拭って調整してください。油はね少ない方がやっぱりこうよりパリッと焼けると思います。香ばしくね。で時折こんな感じで
鶏肉の位置ずらして、これなんでかっていうと、やっぱりどうしてもフライパンの中でいい感じに焼き色がつくところとそうでないところ出てきちゃうのを、それを調整するわけです。はい、そんな感じでいい具合の焼き色ついてきましたね。カリッとした感じ。そうしたやつらからどんどん引き上げていきます。はい、これも引き上げましょう。ここまで来たら一旦フライパンの温度は落としておいて、そこに玉ねぎを加えます。フライパンの温度が高いままだとすぐに玉ねぎが焦げ始めちゃいますから、玉ねぎはねどっちかっていうとあまり色はつけすぎずにじっくりとソテーして甘みを出していきます。とはいえね、あんまりオニオングラタンスープ作る時みたいに色をつけすぎるわけではないです。程よく玉ねぎの繊細な優しい甘みが出てくるぐらいです。これぐらいですかね。ちょっときつね色っぽくなってきたら OK です。さあ、そして鶏肉ですね。戻します。しっかりと鶏肉を焼いてるので香ばしい焼き色からくるこの香りですね。あとは玉ねぎは3分から5分じっくりと炒めることでちゃんと甘みが出てくる。でフライパンは洗ってないんで鶏肉の旨味っていうのがこびりついてますから、それを玉ねぎを炒めながら玉ねぎにまとわせて、玉ねぎの甘みも出して旨味もちゃんとある、そういう状態にします。それで水を軽く加えてですね、蓋をして5分ぐらいですね、玉ねぎがとろっとするぐらい火を入れます。火を入れるというか、軽く煮込む感じです。イメージはこの段階で味見ましょう。これびっくりすると思うんですけど、この段階でもう超うまいんですよ。うまみと甘み、あと程よい塩加減、これが味の骨格になってくるわけですね。しっかり焼いてしっかりと炒めて、で程よい塩、あとはこれさえ分かっておけばここからトマトをこの後加えたりとか、醤油、酒、みりんなんかもいいですよね。調味料こだわってる人とかはバルサミコビネガー加えたりとか、いろんな変化が楽しめます。さあ、というわけで盛り付けです。ドレッセします。もうシンプルにいきましょう。下に煮込んだ玉ねぎとそのお出汁、上には鶏肉っていう感じです。潔いですね。ちょっとアクセントで白胡椒にしましょう。繊細な味付けには白でいいんじゃないですかね。うまっ。まず鶏肉からですね。うまっ。しっかり鶏肉にうまみが残ってますね。やっぱり火入れすぎると液体の方に全部流れちゃって鶏自体が味が抜けちゃったりすることあるんですけど、今回みたいに短時間で仕上げてるんで鶏のうまみがしっかり噛むほどに感じられていいっすね。玉ねぎがうまい。程よい香ばしさと、あと玉ねぎの甘さと鶏の出汁っていうのがちゃんとここに映ってて、塩だけで本当に味したのかっていうぐらいうまみが乗ってる。鶏もやっぱ香ばしく皮焼いてるじゃないですか。それで玉ねぎ自体もしっかりと炒めて、で両方の香ばしさっていうのがちゃんとマッチしてるし、でそれぞれのうまみ、玉ねぎも事前にちょっと塩をして置いておくことでうまみがちゃんと安定してるし、シンプルにして頂点と言ってもね過言じゃないぐらい仕上がりの精度が高いですね。うまっ。というわけでフランス料理の基本、鶏もも肉のソテーと玉ねぎの軽い煮込みでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。